皆さんこんにちは。バズ&トリビアニュースのまゆです。今日のテーマは、ホルムズ海峡封鎖により日本で起こった出来事についてです。イランで起きている状況が始まって以来、ホルムズ海峡の封鎖が世界中で話題になっていますよね。このニュースを聞いて、自分の暮らしは大丈夫かなと不安に思っている方もいるかもしれません。私もその一人です。でも、大丈夫かなというのは非常にばっくりとした、つまりはっきりしない曖昧な不安ですよね。今日はこの海峡封鎖が具体的に日本の暮らしにどのような影響を及ぼしたのか、先月にあった事実をもとに解説していきます。まず大前提として、海峡がどこにあるのかは皆さんご存知ですね。ホルムズ海峡はクウェートやカタール、サウジアラビア、オマーンなど中東の国々の近くにある約30キロの海峡です。日本もエネルギーの多くを輸入に頼っています。この海峡はその 90% を支えている日本にとってとても重大な生命線です。90% が通るなら明日から石油がなくなるのではと不安に思う方もいるかもしれません。でもここは少し冷静に見ていきましょう。日本にはもしもの時に備えて現在4月末時点で200日以上もの十分な石油備蓄があります。とはいえ、供給が途絶えている。つまり、エネルギー資源が入ってこないわけですから、私たちの生活に欠かせない様々なものが値上げしているんですね。では、ホルムズ海峡の封鎖が私たちの暮らしにどのような影響を与えていたのか、先月に起きた2つのニュースを例にご紹介します。1つ目はガソリン価格の上昇です。これは想像がつきますよね。供給がストップすることへの不安からガソリンの値段は必然的に上がります。値上がりをする前にガソリンを入れようとする車で長い列ができて、もう大きな渋滞になりました。私の家の近くのガソリンスタンドもすごい行列でしたね。私も夜中に入れに行きました。だって結構上がるんですよ。あるガソリンスタンドではたった一夜で1リットルあたり28円から30円も値上がりしました。でもね、ガソリンの価格って本来はそんなに急にバーンって上がらないはずなんですよね。タイムラグがあるはずなんです。だからネットではこれは便乗値上げをしているんじゃないのっていうので騒がれていましたね。政府もこのことを受けて、もしものための石油備蓄を市場に出すことを決めました。でも戦争が長引けばまだまだ上昇するリスクっていうのはあります。で、2つ目は日本で人気のお菓子わさビーフの工場での出来事です。わさびとビーフを掛け合わせたネーミングの大人気のポテトチップスで、これ私もめちゃくちゃ大好きです。ツーンとくるわさびのね風味が本当に美味しくて、お酒にも結構合うんですよね。で、そのね大好きなわさビーフが燃料の重油が手に入らないっていう理由で工場を止めますって宣言したんです。ポテトチップスは油で揚げるためにボイラーを動かします。そのボイラーの燃料に重油が使われていたため、稼働が難しくなってしまったんですね。ホルムズ海峡の封鎖によって自分の大好きなポテトチップスが食べれなくなるなんてことがあるなんて、私もびっくりしました。今は工場も無事動き出しましたが、
これからはガスや電気など、いろいろなね、エネルギーを使えるように準備しておくことが企業には必要だと言われています。他にも洗剤、シャンプー、プラスチック、ラップ、紙類、もう生活に欠かせない日用品、生活必需品も値上げすると言われています。まあでもね、日本はもともとイランのことがなかった時から地震や台風がとても多い国です。自然災害がすごく多いんですね。で、そういった大きな地震や台風があると、日用品が本当に売り切れしてしまって手に入らなくなります。なので、日頃からその備蓄をしっかり準備しておきたいですね。今日のニュースはどうでしたか？少し難しいニュースだったかもしれませんが、きっと日本や世界に対する教養、知識がぐっと上がるような話題だったのかなと思います。最後まで聞いてくれて今日もどうもありがとう。私たちの生活は世界中のいろんな力でつながっています。このお話が役に立ったなと思ったら、ぜひいいねとフォローをお願いします。それではまた次回のニュースでお会いしましょう。またね。